こんにちは。行政書士社会保険労務士の大園です。中小企業経営のちょっといい話ということで動画をお送りをしております。今現在、2024年においては、2024年問題なんていうのが非常に多く取り上げられている状況ではあります。そして2025年においても様々な問題が指摘をされている中でですね、今回ご紹介をするのは2025年の崖と言われているものになります。こちらはですね、経済産業省の IT 関係のレポートの中で使われた言葉ということで、まだご存じない方も多いかもしれません。そしてこの2025年になった時に何が起きるのかというところを解説をしていきたいと思います。またその他にですね、2025年問題、というのもあったりしますけれど、こちらまた別の動画の解説で詳しく説明をしていきたいと思います。今回はですね、2025年の崖を飛び越えるために今使うべき IT 関連の支援事業補助金についてご紹介をしていきたいと思います。2025年になると IT 関連の人員の不足ということで、今しきりにですね、生産性向上、IT 化、ICT 化といったところが叫ばれておりますけれど、それもなかなか難しくなってくると予想されているという状況になっています。まず今回の概要ですけれど、まずは迫り来る2025年の崖とはどういったものなのかについてご紹介をしていきたいと思います。そしてこの2025年の崖を迎えた時に IT 人材の不足ということで、中小企業特にですね大きな影響が出てくるということで、今のうちに使っておきたい IT 化に関する補助金のご紹介、そして DX 人材の育成なんていうのもありますけれど、そういった観点から IT 人材育成に使える助成金についてもご紹介をして、最後に注意点とまとめという形になります。まずは2025年の崖とはどういったことなのかですけれど、2025年になりますと IT 関連の人材の不足が急激に増えると予測をされている。2025年には43万人の IT 関連の人材が不足、そして2030年には79万人の人材が不足をするというふうに言われております。同時にですね、2025年には既存のシステムが古くなってくるといったところ、それまた IT 人材が不足することで新しい技術に対応していけない、そして IT 人材が不足をすることによってシステムの維持管理に関するコストが高騰をしていく。そして IT 関連の人員がいないことでサイバーセキュリティのリスクが高まっていく。また様々なシステムのサポート終了というのが予定をされているという状況。そして近年の IT 市場の急激な変化に対応できなくなってくると、こういった様々な課題がですね、経済産業省の方の DX レポートといったところに記載がされているという状況になっております。こういった内容を受けてですね、特に課題の3の IT 人材の不足ですね、こういったところに関しては古いシステムの維持なんかに関しても維持費が高騰していく。そして IT 人材自体が不足をしていくので、自社での IT 化がなかなか難しくなっていくといった状況が予測をされている。そんな中でですね、ぜひ使っていただきたい IT 関連の補助金として、やはり一番目に挙げられるのが IT 導入補助金というところになってきます。詳しくはですね、別の動画で IT 導入補助金については解説はしておりますけれど、 IT 導入補助金、大きく4つの類型があります。通常枠と言われるもの、そしてインボイスが始まりましたのでインボイス枠というのが作られております。また複数社連携 IT 導入枠といったり、セキュリティ対策推進枠というのもありますけれど、今回ですね、取り上げるのは1番目の通常枠について簡単に解説をしていきたいと思います。この IT 導入補助金の通常枠ですけれど、補助率としてはですね、2分の1ということになっている。そして補助金額に関してはミニマム、以前の改正で下がりましたけれど、5万円から最大450万円という形になっております。ただですね、1プロセス以上入れる場合には5万円から150万円、4プロセス入れる場合には150万円から450万円という形になっております。
中小企業ではですね、4プロセス入れるのがなかなか難しいかなと思いますので、1プロセス以上、3プロセス未満といった形になるかと思います。では、そのプロセスというのはどういったものなのかといいますと、この下の表に書いてありますけれど、1番から5番まで、もう一つ本当はあるんですけれど、こちらは、具体的な内容になりますので、主には5つという形になります。顧客対応ですとか販売支援に関する IT 化、そして2番目が決済、債権債務、資金回収管理に関する IT 化、3つ目が供給、在庫、物流に関する IT 化、4番目が会計、財務、経営に関する IT 化、5番目が総務、人事、給与、労務、教育訓練、法務、情報システム、広いですけれど、これらに関して IT 化をする。これらの中のプロセスからですね、いくつか選んでいただいて IT を導入をしていくといった場合にですね、その導入したプロセスの数によって補助金額が変わってくるという形になっています。そしてこの IT 導入補助金ですけれど、申請をする際にですね、注意点としていくつか、挙げられております。まずはですね、すぐ申請ができるわけではなく、ミラデジ経営チェックというのがありますので、まずは申請前にですね、こちらをやっていただく必要があるということ。そして IT 導入補助金、こちらも以前の改正から変わったんですけれど、生産性向上ですね。今補助金はすべて生産性向上を目的とする形になりますので、生産性を向上という計画が必要ということで、1年で 3% 以上、3年で 9% 以上の生産性向上の計画を作成することが必要という形になっております。そして IT 導入補助金、その後の成果のチェックというところもありますので、この IT 導入補助金を使って IT を導入した後にはですね、3回の事業実施効果報告というのもしなければならないという形になりますので、申請してお金をもらってそれで終わりというわけではないので注意が必要です。また一方でですね、 IT 人材、 DX 人材の育成といったところも非常に強く言われているところではありますけれど、 IT 人材の育成に使える助成金を2つほどご紹介をしていきたいと思います。まずはですね、以前も動画ではご紹介をしている内容ではありますけれど、人材開発支援助成金ですね、人への投資促進コースというのがあります。もともと令和6年までのものでしたけれど、ちょっと延長されておりまして、2026年、令和8年度までの期間限定のコースという形になっております。こちらはですね、IT 分野未経験に関するですね、人材に教育をする場合、またデジタルや成長分野における高度デジタル人材、そして高度人材を育成をしたいといった場合に使える助成金になってきますので、IT 関連で教育をしたいという場合は、人材開発助成金は非常にいいかというふうに思います。また、もう一つですね、東京都の方で行っているデジタルビジネススキル習得支援事業というのがあります。こちらはですね、大きく2コースありまして、まずは1ヶ月コースでしっかり、デジタルビジネススキルを学んでいく。そして2週間コースの短期で習得するというコースがあります。こちらですね、企業が DX を推進する人材に求める知識やスキルを習得することを目的として行われているものになります。もちろん、公共事業になってくるので、費用は無料という形になっています。このですね、IT 人材育成に関しては、この人材開発支援助成金ですとか、ビジネススキルの習得支援事業を活用してみてはいかがでしょうか。そして最後に注意点とまとめになってきます。今現状ですね、中小企業の DX 化の割合、取り組み状況というのは全体で 31.2% ということで、中小機構の方からデータが出ております。では DX どのような内容に取り組んでいるのかというと、 64% ほどが文書の電子化ペーパーレス化、そしてホームページの作成ですとか、会議のオンライン化に取り組んでいる。またですね、DX 化に取り組んでいない、もしくは取り組んでいるけれどこの先わからないという会社、課題ですね、そこはですね、やはり IT、DX 推進の人材が不足をしていること、そして何から始めていいかわからない、また予算がない、こういったところもありまして、中小企業の約5割は今のところ DX 化を様子見という状況になっているようです。
ただですね、今後、2025年の崖を迎えるにあたって DX 化を様子見のままだと本当に取り組めなくなる可能性がありますので、早めにこの対策に関して検討してほしいと思います。今日の内容が明日からの経営にちょっとだけ役に立つことを願っております。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回。